田舎おじさん54歳。この集落に移住して7年目。殺めた獣の数は200数十頭。鉄砲ぶちです。ある日、いつものように有害鳥獣の駆除に出かけました。罠にかかったミシカを銃を使って止めさすと、そのお腹が動いていたんです。気づいたらおじさんはお腹を切り裂いて赤ん坊を取り出していました。おじさんはその子をのこと名付けました。のこちゃんを家へ連れて帰る途中、おじさんは少し不安になりました。奥さんに怒られるんじゃないかと思ったからです。なぜなら、昨年やってきた猟犬ポンタをうちで飼う最後の動物にすると奥さんと約束していたからでした。しかし、家に帰って鹿の赤ん坊を連れ帰ったと打ち明けると、意外にも奥さんは怒りませんでした。使っていない部屋の床にいらない布団やカーペットを敷いて、のこちゃんを受け入れてくれました。しばらくすると、牛の繁殖農家を営む猟友たちが子牛のミルクを持って駆けつけてくれました。これ汚れちゃうかもよ。いいっす汚れていいやつですこれ。よしよし。そしてミルクを飲んでいる最中、ついにのこちゃんは自分の足で立ち上がったのです。それからののこちゃんは家の中にいる獣たちとも馴染んでいきました。彼らものこちゃんを新しい仲間として受け入れました。おじさんとも毎日一緒に寝て起きてミルクを飲む生活。のこちゃんはおじさんが離れると必死に泣いて後をついてこようともします。ある日、のこちゃんの目に異変が現れました。これやっぱ傷ついてこうなっちゃったのかね、目。わからんって言ってた。でも角膜、角膜炎ってことは間違炎みたいいないよな。転んで目に傷をつけてしまったのか、それともウイルス性のものかはわかりませんが、家畜獣医さんは角膜炎と診断しました。それから毎日目薬をさしていると、のこちゃんの目はすぐに良くなっていきましたが、ある日、それを覆してしまうような出来事が起こりました。おじさんが仕事で5日間、朝から晩まで家を空けている時です。のこちゃんは奥さんからほとんどミルクを飲みませんでした。そして治りかけていた右目は再び真っ白く濁り、明らかに呼吸がおかしくぐったりし始めました。おじさんは寝ずに看病を続けましたが、ほとんど何もしてあげることができません。獣医さんが言っていました。野生の鹿の子供には家畜やペット以上に母親との強い絆があるんだと。大変だ。
鹿の子は母親から離れて生きることが難しいのです。さらに悪いことが重なりました。猫のボルトが車にはねられてしまったのです。幸い、命に別状はなさそうでしたが、この2つの出来事は、おじさんと奥さんの心をぎゅっと締め付けたのでした。朝方、おじさんは弱っているのこちゃんを見守ることしかできず、強い無力感に苛まれます。獣医さんが駆けつけ、のこちゃんに脱水症状があること、呼吸器系に炎症があることを教えてくれました。初乳を飲むことができなかったことで、免疫力も小さく、体が弱いことは明らかです。それでも、のこちゃんの小さな命は諦めませんでした。少しずつ、本当に少しずつですが、回復していったのです。しかし、そう思っていたのはおじさんだけで、実際は違いました。元気になったように見えたのこちゃん、夜中に下痢をして、再び脱水症状になってしまったのです。翌日も獣医さんに来てもらいました。そのおかげで、数時間後にはまた回復し、ミルクをねだるようになったのこちゃん。ただ、体温は下がっていたので、体をホットカーペットで温めます。しかし、その夜、立ち上がっておじさんに向かって一泣きすると、その場に崩れ落ちてしまいました。はい。おじさんは必死に救命処置を施しますが、その甲斐もなく、のこちゃんは間もなく息を引き取りました。たった2週間、小さな獣に親として慕われ、その子を自分の子のように接したおじさん。足が滑らないようにフローリングに敷いたマットの上をのこちゃんが歩くことはありませんでした。片方の手で命を奪い、もう片方の手で生かすことの矛盾を、おじさんは今でも説明することができません。おじさん先生、ひどいおじさんたちでしょ。